ミニロードマップボリューム6発表。ジャースパルと申します。本日朝7時にラティオスと心の雫のイベント予告が公開されて、お昼にジジイロン登場のドラゴンタイプウィークの話が来るんじゃないかと思っていたら、ドラゴンタイプウィークという名前ではなかったし、なぜかジジイロンの詳細は来ないし、ミニロードマップボリューム6が出ているということで、ちょっとねこのポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1とは動画を分けて、今回はミニロードマップについてどんなことに備えておいたらいいんだ的なお話をね見ながら解説考察していきたいなと思います。そんなミニロードマップボリューム6、めちゃくちゃ久しぶりの登場となりました。スペシャルプレゼントもありますので、皆様しっかりと受け取っておきましょう。ってことでミニロードマップボリューム6です。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。今後の開発予定についてのお知らせです。現在以下の項目の開発を進めています。まずラティオスと心の雫イベントまでに行う対応です。直近に来る対応ですね。バージョン 3.5.0 アップデートから伝説のポケモンの満腹になる確率を少し下げますということで、ラティオスリサーチでラティオスがゲットしやすくなるみたいです。でまたポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1にてラティアスのお香を1個プレゼントいたしますということになっているので、ピックアップウィーク前にこのアップデートが入ってラティアスのお香、このプレゼントでもらったラティアスのお香を使えるようになるタイミングからは満腹になりづらくなるというようになっているかもしれませんね。もしそのプレゼントのタイミングとこの、伝説のポケモンの満腹になる確率のアップデートのタイミングが違うんだとしたら、ちょっとね待ってからこのラティアスのお香は使ってあげた方が満腹になりづらくてラティアスゲットしやすいんじゃないかなということが考えられますので、ちょっとねそこだけお気をつけくださいね。このアップデート 3.5.0 おそらくキンキンに入るんじゃないかなとは思うんですけれども、いつになるのかはほんの少しだけご注意ください。そしてこのラティアスのお香についてもなんですけれども、もう少しありまして、基本的に伝説のポケモンのお香は道具バッグの中に1つしか持つことができないんですね。私すでに1個持っているんですけれども、そうなると受け取ることができないはずなんですよね。でプレゼントボックスに入っているアイテムって90日間、基本的には90日までが受け取り期限、だいたい3ヶ月間が受け取り期限という風になっているんですけれども、90日以内に、こういう風にすでにラティアスのお香を持ってるよって方は1個使わないと受け取れないんじゃないかなと思いますので、どのタイミングで使うべきかっていうのはねちょっとおのおの考えていただけたらなと思います。90日だとね残念ながらホリデーの期間には間に合いませんし、8月ぐらいということになるかなと思うので、ハロウィンもホリデーも間に合わないということなので、ラティオスリサーチで使えばもちろんねラティオスの羽毛ががっつりゲットできるお香となるはずですし、ドラゴンタイプというのもあって、もしかしたら何かしらプラスアルファあるかもしれません。それ以外のタイミングだともしかすると周年イベント3周年フェスティバルのタイミングで昨年同様お祝いフラワーみたいなものがあった時に夢のかけら 2.5 倍のフラワーみたいなのがあったんですよね。それを使った後にこのラティアスのお香を置いてあげれば夢のかけら 2.5 倍でラティアスお香の恩恵を受けるということもできるんじゃないかなと思うので、ちょっとねどのタイミングでこのラティアスのお香を使うのかっていうのは皆さん考えていただけたらなと思います。そんなラティアスのお香のプレゼントがあります。このプレゼントがラティアスをまだゲットしてないリサーチャーがゲットできるチャンスがありますよっていうことではないとは勝手に思ってるんですけど、もうちょっとねこれ1個だけだとさすがにゲットするの大変なのでね、これだけで終わりではないよなとは思ってるんですけれども、どうなるでしょうかね。そんなラティオスと心の雫イベントまでに行う対応、こちらとなっております。さあそして現在開発に取り組んでいる項目です。ポケモンスリープのリリースから3年弱が経ち、登場するポケモンもさらに数多くなりました。本当に増えましたよね。一方でその影響からいくつかの課題を認識しており、長期的な開発も含めた段階的な改善を検討しておりますということで、今までね皆さんが多く問題だと思っていたいろんな部分にメスを入れてくれるという姿勢を見せてくれてます。ってことでまず一つ、
出会いたいと思うポケモンに睡眠リサーチで出会いづらくなってきている。この問題に対しては、夏に予定しているアップデートにて各フィールドで出会えるポケモンの種類の調整を検討しておりますということになっています。ポケモンの種類をフィールドごとで調整するということで、もしかしたらトープ洞窟だったらよりデルビルとかヤミラミとかに出会いやすくなって、炎のポケモンはアンバーでより出会いやすくなるとかそういう調整がされたりとかしていくんでしょうかね。とにかくフィールドごとの個性がより強くなりそうですね。これはいい面も悪い面もあるんじゃないかなと思うんですが、結果的に種類が絞られたことによってそのフィールドに行けばこのポケモンと出会いやすいよねっていう状況は作ってくださるみたいなので、どれだけごっつり調整されるのか期待したいなと思います。どうなんだろう、やっぱ若草とか若草 EX とかはねあんまり手をつけずに、とにかくねいろんなフィールドの個性を尖らせていくという調整になるんじゃないかなと思いますね。これが夏に予定しているアップデートとなっています。例年ね周年が終わった前後とかに結構大きめのアップデート入るかなと思うので、いわゆるレジャーアップデートポケモンスリープ 4.0.0 とかが8月とかに入るんじゃないかなと思います。そのタイミングで結構フィールドの雰囲気がガラッと変わるんじゃないかなと思うので、もしかすると今のうちにゲットしたいポケモンがいるフィールドのフィールドボーナスを上げておくのもいいと思いますし、逆にねこの夏のアップデートが終わった後にそのフィールドにこもって、例えばラピスラズリコハンでミニリュウたくさん探すんだみたいな場合はね、今はちょっとフィールドボーナスあんまりこぼさないようにいかないっていうのも一つ手なんじゃないかなと思いますね。そんな出会いたいと思うポケモンに睡眠リサーチで出会いづらくなってきている問題は、フィールドのポケモンの種類を調整することで改善しようとしてくれているみたいです。結構大きめな改善になりそうですね。さあそして並行して複数のポケモンのレベルを上げていくことが難しくなってきている問題です。これはポケモンが EXP を得られる新しい機能の実装を検討していますというのがまず一つあります。これはどういうことなんでしょうかね。今まで基本的に EXP を得るためには睡眠か雨での育成のこの2つしかなかったわけなんですが、おそらくそれ以外の新たな機能の実装が予定されているということでね、睡眠でボックスのポケモンも 10EXP でいいから入ってくれたりとかしてくれるとね嬉しいんですけれども、何かしらが増えるということで、1日に1匹でもトレーニングできるみたいな何かしらが追加されたりとかするのかもしれませんね。そんな新たな EXP を得られる機能の実装を検討中であります。そしてお次、夏に予定しているアップデートにてレベル30までのポケモンがポケモンの飴で得られる EXP を少し増やしますということで、これでちょうど昨年来てたんですよね。これによってレベル30までのポケモンの育成と25までのポケモンの育成に飴で育成した時の EXP 獲得量がぐっと増えたので、かなりレベル30まで育てやすくなったんですが、さらに増加してくれるということみたいなので、まだね低レベルのポケモンたちの育成で夏を待てるという方は育成ちょっと待った方がいいんじゃないかなと思います。それこそ今木の実ウィークでミニアメブーストもありますし、ドラゴンピックウィークでもミニアメブーストが来ているわけなんですけれども、今すぐ活躍させたいポケモンをレベル上げるんだったらもちろんね今やっていただくのがいいんじゃないかなと思うんですけど、まだもうしばらく後で活躍してもらおうかなって思っているポケモンに関しては、この夏のアップデートまで育成控えておいた方が EXP 的にお得だよと、夢のかけら的にもお得だよということになるはずですので、このね夏のアップデートまでレベル30までの育成というのはねちょっと控えておくといいかもしれませんね。で、このポケモンの EXP が得られる新しい機能の部分については特にいつ頃実装予定というのは書かれていないので、もう少し時間かかるんじゃないかなと思われますね。そんなレベルを上げることに関する調整が2つ入るみたいです。さあそして並行して複数のポケモンのメインスキルレベルを上げていくことが難しくなってきている問題について、この問題について何をするよとは特に言ってないんですけれども、課題であるということはね認識してくださっているみたいです。それこそねオンバットが追加されて、ラティアスが追加されて、サンドが追加されて、もしかしたらジジーロンもラティオスもスキルのポケモンかもしれない。無課金プレイヤーだとメインスキルの種あまりにも足りなすぎててんてこまいという状況なんじゃないかなと思うわけなんですけれども、とはいえねプレミアムパスに課金してる方でも
じゃあオンバット、サンド、ラティアス、ラティオス、ジジーロ、全員スキルのポケモンだったらの話なんですけど、全員のメインスキルレベルマックスまで上げられるかと言われるとかなり怪しいというような状況でありますので、やっぱこのメインスキルをなかなか上げづらいという問題をね、課題として認識してくださっているみたいで、何かしらの改善策を講じようとは思ってくださってるみたいですね。これどうなるんでしょうね。なんか本当にね、お休みリボンもう難しいな。なんかね、お休みリボンの段階が上がるごとにスキルレベル上がるとかも追加されたら嬉しいなと思ったんですけど、でもね、今すぐレベル上げたいじゃないですか、特にスキルのポケモンたちはみたいにね、これはどういうねシステムによって解決してくれるのかね。スリープポイント的にももうすでにノーマル交換所のメインスキルの種を毎月1個交換するのでも無課金、なかなかヒーヒー言っておりますので、ちょっとね、今後に期待したいなと思いますね。といった基本的に改善していこうと思っているもの、まず出会いたいと思うポケモンに睡眠リサーチで出会いづらい問題は、フィールドの中身、種類を絞ることで改善しようとしているよと。そしてレベル上げに関しては、何かしら睡眠と飴以外の EXP 獲得の方法が施策されており、レベル30まで飴で獲得できる経験値が夏以降増えていくということになっています。そしてメインスキルレベルを上げづらいのも問題だなぁと思ってくださっているという感じですね。この他にも今後も新しいイベントや機能の実装を検討しています。それぞれの対応時期が決まり次第アプリ内のお知らせなどでお知らせしますということなので、素早いお知らせが来ることを願っております。ご対応ありがとうございます。またその他、睡眠部分やそれ以外の継続した拡充ということで見ていきましょう。睡眠導入 BGM 追加や昨今注目を浴びているお昼寝に関する睡眠 Tips の紹介など、これからも睡眠に関する継続したアップデートを行うほか、夏に予定しているアップデートで各種上限解放なども実施してまいりますということで、この一文めちゃめちゃ大事なこと書かれてますね。各種上限解放、おそらく夏のメジャーアップデートで来るということでありまして、一番大きなのはリサーチランクの引き上げ。65から70なんじゃないでしょうか。これによっていわゆる年金生活、リサーチランクカンスト状態でのリサーチ EXP が夢のかけらに変換されるというものがおそらく8月前後で一旦途切れると、受給引き上げとなりますのでね、夢のかけら計画ちょっとね本格的に考えていかなくてはいけないのかなという状況でありますね。今回のミニアメブースト、ドラゴンピックウィークのミニアメブースト、そしておそらく周年イベントでもミニアメブースト来るんじゃないかなと思うのでね、そこまででかけらどんだけ使っていいのか、次のフィールドの鍋拡張のためにどれぐらい残しておいた方がいいのかなどなど、リサーチランクの上限解放来そうなので注目です。ポケモンの初期レベルもね、もうちょっとググッと上がってくれてもいいんですけどねそんなリサーチランクの引き上げがあるんじゃないか。そしてレベル70の解放があるかもしれませんね。レベル65が解放されたのが昨年の4月となっているので、さすがにそろそろ来てもおかしくなさそうですよね。70解放されたところで夢のかけらが全然使えない状況なので、一部のリサーチャー以外はあんまり関係ないんじゃないかなと思いはするんですが、ここもある意味今までレベル65のポケモンで万能飴を集めていたよと、睡眠 EXP ボーナスゲージのところで万能飴集めてたよなんていう方はね、ちょっと集めづらくなってしまうんじゃないかなと思うので、若干の注意が必要かもしれません。レベル70の解放もあるかもしれません。それ以外にはレシピレベルの上限解放もあるかもしれませんね。65から70になるかもしれませんが、このレシピレベル解放が来るまでにおそらくカレーフェスもこのラティオスリサーチが終わった後、ラティオスイベントが終わった後に入るんじゃないかなと思っているので、料理系のイベントはひとしきり終わった後でレシピレベルの解放が来るということにはなるのかなと思います。しっかりとね、今後も使っていきそうなレシピについてはレベル70まで育てておけるとより良いんじゃないかなと。解放後ではあるんですけどね、レベル65まで一旦で育てておいてスタートダッシュ切れるといいんじゃないかなと思います。それ以外には一部のねメインスキルのレベル上限の解放なんかも行われるかもしれませんね。今までね、料理チャンスとか元気オールとかお手伝いブーストとかレベル6で止まっているスキルもまだまだありますが、元気エールもね
レベルに対する効果量の引き下げが行われたことによってレベル7を追加しやすい状況にはなっているのかななんて思ったりなどもしますし、すでにねオールマイティミュウのオールマイティと夢のかけらゲット S だけはレベル8が実装されておりますので、それらのレベル9だったりとか、他のねスキルのレベル8も追加されるのかどうかっていうのにも注目していきたいですね。この夏の大型アップデート的なところでメインスキルレベルの上限解放まで行われるというのであれば、ちょっとねメインスキルの種はある程度抱えた状態で進行しておくといいのかもしれません。それ以外には食材バッグの上限引き上げもあるのかもということで、レベルの解放とかは昨年4月ぶりになるわけなんですが、食材バッグが800になったのって前回10月だったんですよね。昨年の10月だったので、実はまだそこまでは間が空いていないということで、食材バッグに関しては新フィールドが来る前後とかになるのかもしれませんが、上限解放はあるかもしれないということで、人によってはダイヤもちょっとね備えておくといいんじゃないかなと思います。終電のパックも買いたいなとは思っていたんですが、買えるだろうか難しいかもしれませんね。そんな感じで各種上限解放があるかもしれません。ご注意ください。さあ、そして最後にスペシャルプレゼントです。これまでプレイしていただいた皆様に感謝の気持ちを込めて以下のプレゼントをお送りいたします。今回のプレゼントもご活用いただき、今後もカビゴンたちとの睡眠リサーチをお楽しみいただけたら幸いです。ということで、メインスキルの種1つ、スリープポイント500ポイント、夢の塊 M2 つ、万能飴 S20 個が送られております。これも受け取ってから90日間が期間になってるんじゃないかなと思うので、8月過ぎくらいまでに、そうですね90日になっていますので、8月過ぎくらいまでに受け取らなければならないということになっていますが、アップデートでもしかしたらね、この夢の塊 M であるとか、万能飴とかに関してもアップデートが終わった後にね、どちらかというと使いたいという状況になるかもしれないので、この夏のアップデートが一体いつ行われるのかというのはね、注目して見ていきたいなと思いますし、メインスキルの種もとても重要ですよね。スキルレベルの上限解放があるかもしれないということで、備えておいていただけたらなと思います。 OK ってことで、長くなりましたので、最後にどういうことに備えておけばいいのか今一度まとめてからこの動画締めていきたいなと思います。ということで、まずラティアスのお香のタイミング一つ考えてみてください。そして伝説のポケモンが満腹になる確率が下がりますので、伝説のポケモンお香のタイミングも全般としてねちょっと考えてみてほしいなと思います。そしてレベル30までの育成についてなんですけれども、夏のアップデートを待った方がいいのかどうかぜひとも考えてみてください。そしてメインスキルレベルについては、具体的な内容は告知されていないんですが、上げやすくなる何かしらは実装してくださるみたいなので、スキルのポケモンねちょっと使いづらいからってことで、ネロリ博士に安易に送らないでキープしておいてもいいのかなというところでしょうか。それ以外には上限解放が大きいですよね。リサーチランクの解放があって、レベルの上限解放もあるとなれば、夢のかけらをどこで使っていくのかみたいな問題が生じます。またメインスキルのレベル上限解放も行われるかもしれないので、メインスキルの種もちょっと抱えておいても良さそうです。また食材バッグはこのタイミングで来るかは謎なんですが、上限解放あるかもしれないので、ダイヤ600個になりますかね。ちょっとキープしておいた方がいいんじゃないかというような感じでございます。そんなわけでね、夢の塊もリサーチランク上限解放後に使った方が効果がね上がるアイテムだったりはしますので、そういったところもね考えながら、今回のミニロードマップボリューム6、数々のね機能がいつ追加されるのか、そして夏のアップデートでどこまで大きく上限解放やら何やらが来るのかというのをね待ち構えておきましょう。ぜひともね皆さんも気になったポイントがあればコメントを頂戴できたらなと思います。そんなミニロードマップボリューム6でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。本当に皆さんのグッドとハイプに生かされております。ちょっと今回も鼻声で失礼いたしました。応援ありがとうございます。それではね、この動画作ったらすぐにポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1の動画も作りたいなと思うので、引き続き動画アップされるのをお待ちください。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。